大自然気軽に登れる山、低山。気持ちいい。そこには心が動かされる魅力がいっぱい。これさ、桜？今回登るのは世界遺産吉野山。すごい景色。思わず息を飲む絶景。うわー、すっごいスケール。歴史ある名所、そして頂には美味しいご飯があるんです。これを見れば山がわかる、行きたくなる。今回山に登るのはタレント三船美佳さん。サーフィンやバイクが趣味で、自然の中で体を動かすことが大好きなんだそう。さあ、ここ吉野駅にやってまいりました。今日はね、ここからスタートなんですけど、私自身登山となるとかなり初心者ですお仕事ではね何回かしてるんですけど、プライベートでは一切してなくって、だから今日はこの吉野山、ここは初心者にもおすすめのお山だそうで、美味しいもの、ここの土地ならではのものを探して、それをねお山の中でいただけたらすごく幸せだなと思います。桜の名所として有名な吉野山。満開時には3万本の白山桜が咲き誇り、山全体が世界遺産にも登録されています。本堂が国宝に指定されている金峰山寺をはじめ、歴史的な名所を回れるのも魅力。観光地としても有名な吉野山で、人との出会いと自然を楽しむ登山スタート。そして吉野山ならではの頂飯とは？めちゃめちゃ大きい看板ありますね。吉野山観光案内図。これ下千本って読むの？中千本、上千本で、一番奥が奥千本とかあるけどさ、どこまで行く？乗り越えます。奥も越えるんだまあまあ行きますよ。吉野山は南北に続く尾根の総称。標高順にそれぞれ下千本から奥千本と地名がついています。今回は奥千本のさらに上、最高峰である青根ヶ峰を目指します。これだっけ、日本最古のケーブルカー。これは違う？これです。あ、これが日本最古のケーブルカー。わ、可愛らしいロープウェイだわ。それはじゃあ今度家族と乗りますか。ロープウェイね。よいしょ。あー、なにこれ、かわいいこのお花。なにこれ。何でも携帯電話で分かっちゃうじゃない、調べたら。でもね、あえてこの花図鑑、このアナログな本で今日は巡ってみたいなと思ってるんです。ロケとかで登山させてもらう時ってガイドさんについてってもらうことが多かったんですよ。だから「これ何ですか?」とか言ったらすぐ教えてもらえてたんだけど、それはそれですごい楽しいけど、自力で探すのも面白いね。ないから次行こっか調べたところ、シャガというお花だそうです。例年だったらちょうど今が吉野山の桜シーズンなんだって。今年ね、あったかい日多かったですもんね。だから早かったんだって。例年ならこの時期に絶景が見られたはず。奥千本の桜は残っているのでしょうか？あら、なんかお店が見えてきました。今はやってないけど、食堂喫茶店とか。なんだろう、甘味屋さんかお土産屋さんかな。下千本から中千本はお店が立ち並ぶ観光地エリア。登山をしながら食べ歩きや歴史的な名所を楽しむことができます。こんにちはちょっとね。
何何？これ食べていって。これな、みんなな食べていってな。何屋さんですか？お芋屋さん。お芋屋さん。おいしい芋屋さん。食べていって。お芋さん。うん。あなたの笑顔。柔らかい。お父さんめちゃくちゃ美味しい。そう。あなたの笑顔が見たいからね。またまたみんなに言ってるそれ。やっぱりこの辺り桜の時はめちゃくちゃ綺麗？そうですよ、綺麗ですけどね。うん一週間以上やな。綺麗やったけどね。うん。やっぱり今年はちょっと早かった早かですか？ったですよ。はい。そうか。あ、なんだか立派な門が見えてきました。かっこいい、面白いね。水まいてる。うわー、すっごい大きい鳥居が見えてきた。うわー、立派ですね。ちょっと近くまで行ってみます？鐘の鳥居だ。すごいですね。近くで見たらこの大きさが、これはちょっとなんか皆さん実体験してほしい。うわー、立派。すごい歴史。木造の。うわー、すっごいスケール。こちらの金峰山寺は吉野山のシンボル。高さ34メートル。本堂の蔵王堂は国宝にも指定されています。この吉野山ってこういう歴史的なものがたくさんある場所なんですね。だからこう登山しながらいろんな歴史と触れ合うことができるってものすごい贅沢ですね。お店が立ち並ぶエリアを抜けると徐々に自然の景色が増えてきます。ここちょっと石大きいのありますんでね、気をつけてくださいね。よいしょ。わあ、めちゃくちゃ綺麗な鮮やかなお花が迎えてくれた。すごい。すごい綺麗。これは何？これ花？なんか花びら何枚とかいう世界じゃなくないですか？赤マン？赤マンの作？黄色が多いんだけどね、満作はね。あ、そうですオか。レンジっていうかね。白っぽいね。白満作と赤で満作。も今一番これ時期でオレンジがね多いんだけどね。ありがとうございます。多分そうだと思いますよ。さっきのご夫婦に教えていただいて、これは満作だそうです。春に真っ先に咲くからで満作で、花言葉聞くパワーアップ。まさにバッチリ。すっごい元気もらったもんね。結構急だよ。めちゃめちゃ急だよ。待って、なんかこれは壁ですか？ちょっとですね、ちょっとですね。めっちゃ汗が止まらない。めっちゃいい汗かく。涼しくなった。急に風が変わった。太ももちゃん。皆さんお元気ですね。これでなんとか気力をこんなにね大変と思わなかったよ。でもそうですよね。私も初心者向きって聞いたら結構手応えありますね。手応えどころじゃねえよな。こう山登りの好きなところって何ですか？教えて。やっぱりこの自然で、もう一回登ると3年ぐらいまた長生きするねって言ってるぐらい。いってらっしゃい。もう笑い声に癒された。いいね、ああやってお友達同士で登るのもね、楽しいね。おお、ここすごいです。
ちょっと見て、もうちょっとこっち来ます。うわー、山、あんな奥まで見えるようになってる。吉野上千本展望台は景色を眺めながら丸太に座って一休みできるスポット。桜は見られませんでしたが、満開の時には美しく咲き誇る絶景が。今日久しぶりに登山ということで、このバッグは私の愛用のバッグで可愛いでしょ。これコトパクシっていうんだけどね、全部こうリサイクルのこう廃材というか使わなかった素材を合わせてるから、一つとして同じものがないんですって。あとさ、今日楽しみにしてんのいただき飯ということで、きっと美味しいもの食べるでしょ。だからここ熱いお茶入れてきた。登山の準備バッチリの三船さん。幼い頃から自然とつながりがあったようで、そのお父さんが映画祭とかハワイでも映画祭を毎年開いていたので、それに私は幼少期ずっとひっついて回ってたんですよ。もう大自然が残っているので、海も山も。とにかく私野生児だったんですよ。裸足になりたくなるの。こう全部こう地球と一体になって自然体の自分を思い出すっていう、なんかそういう時間って大事ね。ここからはさらに自然の中へ。奥千本西行法師が住んでいたエリアへ向かいます。涼しくて気持ちいい。こんにちは。おー、かっこいい。これは何、岩？すごい段差。かっこいい。地層を見るとワクワクしちゃう。なんかもう私なんかもうちっぽけなんだろうなっていうなんかもう1ミリにもならないぐらいの人生だけど、もうその下、今までの地球宇宙の歴史みたいな。おー、またまた立派な門が見えてきました。修行門、名前マジっすか。ここ行くのまさに。ここが金峰寺なり金峰神社。地味にしんどい。ここ乳酸がたまるタイプね。すごいいい運動。はいじゃあ平らが見えた。よいしょ。金峰神社横行きます。うわー、すごい。何ここ急に違う。すっごい景色が変わった。私身長160なんですけどこの違いです。わかんねえこれ何メーターあんだろう。吉野といえばの桜に続く杉でもこんなにまっすぐなんですね、杉って。もう見事にさ揃ってるもんね。なんか見ててとってもなんか凛とするというか、シャキンとしない研ぎ澄まされてるというか。ちょっと杉エリアが間もなく終わろうとしております。あれもしかしてこれさ桜？うわすごい、これ全部桜だったんじゃない？だったっていうかなんじゃない？うわー、これ満開見たかった杉の間をブワーって抜けたらいきなりこう景色が切り替わる感じがね、もうピッてチャンネル変えたかのようだったね。す
すごいね。あそこから多分皆さんシーズン見下ろすのかな。わあ、いやー、これは綺麗だろうな。いや嬉しい。でもまだちょっと間に合ったのが嬉しい。まだ山肌がピンクに見える今回は少し遅かったですが、満開時にはこんな景色が見られるんです。やっぱりでも深く山に入ってくるとこれだけの景色が待っててくれるってことだよね。ここが西行湾だって。おー、いらっしゃる。ここ乗っていいのかな。ここ西行湾は歌人西行法師が俗界を避けて住んでいたと伝わる場所。西行法師の歌の中には吉野山の桜や奥千本を流れる清水も登場しているんです。あー、水が流れてる。先ほどいらっしゃった西行さんも飲んでらしたお水だそうです。綺麗、透明度がすごい。うわー、奥千本を抜けていよいよ最高峰である青根ヶ峰へ。あー、なんかここちょっと丘のような広場になってる。うわー、すごい大自然気持ちいい。すっごい気持ちいい。何ここ。歩いてる時一本一本の杉がやっぱりさ、こうやって遠くから見るともう一つの山になるんだよね。どういう地形なのここめちゃめちゃ細いなんかお山だったのかな。じゃない？こっちだってすごい急な崖になってて、左もそして右もで、きっとこう人が通れるように切り開いたのってこのお山のてっぺん部分だよね。しばらくこういう感じの道が。これはまっすぐ？あ、こっちか。おー、なんか冒険チック。よいしょ。好きだね階段。はあ、ちょこっとだけ途方に暮れていいですかはあ、ここに来てもしかしてこれがラストスパート。吉野山を登る三船さん、世界遺産吉野山の山頂青根ヶ峰とは。さっきから無理だよこの階段と思った階段数々登ってきたもんね。ね、だからきっとこの階段も登れるはずって私の心は思ってる。でも足があああ、そう、もうちょっとですか。わかりました。もうちょっと頑張ってみますなんかあの辺りだそうですこの子そうそう、この人があとちょっとやでーって言ってる気がする。こっちですか。
ですか。もしかしてさっきの木は本当のことを教えてくれてた。到着。いっただき。着いた見て、青根が峰もう口回んない。857.9 メートル到着しました。やったー、お疲れ様です。お疲れ様です。結構こう山頂ってなると展望台とかさ、なんかこう開けた場所で景色がブワーって広がったりっていうところ多いじゃないですか。いい意味で想像と違いました。それこそ自然にほんと極めて近い状態で保たれてるから、なんかもう山のそのままのパワーを間近でね感じられるね。山頂は木々に囲まれた癒しの広場。最後はお待ちかねの時間。私が楽しみにしていたじゃんじゃじゃーん、いただき飯の登場です。今日は、ひょうたろうさんの柿の葉寿司です。柿の葉寿司って書いてあるよ。なんかそろそろ買っとこっか。吉野山のいただき飯は途中で購入した吉野名物柿の葉寿司。創業53年、ひょうたろうの柿の葉寿司は精米から1週間以内の新鮮な国産米を使用。塩で締めたサバは風味豊かで酢飯の甘さが引き立ちます。それではいただき飯いただきます。塩味がさ、たくさん歩いて疲れた体に染み渡る。お塩だけで締めてるからサバ本来の旨味成分がめちゃくちゃ出てる。続いては鮭いただきます。おー、食感から全然違う。もう塩鮭って絶対合うもんね。最高のごちそうですよ。最高。私偉い。緑茶ナイスチョイスでした。絶対柿の葉寿司を食べたかったから、今日はコーヒーじゃないな、緑茶だなと思って。行き交う方々とかお店の方たちの笑顔がものすごい輝いてたこと、なんかこう愛を感じました。そしてこの山が本当に大切にされてるんだな、愛されてるんだなっていうのを歩きながら肌から感じて、そして桜のシーズンはねちょっと今年は早かったから今日は過ぎてしまってたけれども、まだこうやって桜が葉桜として迎えてくれたのがとっても嬉しかったな。すごい正直しんどかったよ。ずっと登ってきてすごいしんどいこともいっぱいあったけど、それでふと振り返った時にはあんなにしんどかったのがわ綺麗っていう感情にこう包み込まれる、なんかそれが人生のようでした。感動しました。泣きそう。この吉野山の景色とともに美味しい柿の葉寿司いただきました。いただき飯いただきました。